模活時間の記録 Vlog、 水性アクリル塗料のカラーごとの記録動画です。今回は茶色。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを愛用ですが、その中でも使うカラーはある程度絞られてきます。4つのカラーを色見本的にペイントします。茶色の色塗りに入る前にベース塗装をします。使うのはシタデルカラーのベース、レイスボーン。かなり白に近いフレッシュカラーで、最近はよく下地塗装に用いています。フィギュアでは牙や歯、骨なんかにも使うことのある塗料です。水で溶いて薄めて模型塗装用の太筆で色をつけました。色見本としてペイントするのは100均でも手に入るプラスチックのクリアのスプーンです。あらかじめ塗装下地としてマットな質感にしてのりが良くするようにミスタースーパークリアツヤ消しを吹き付けてあります。両面にペイントをしていきます。今回使ったレイスボーンの他にプラモデルや消しゴム塗装で下地として使う塗料にはシタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュ、同じくシタデルカラーのベース、コラックスホワイト、パレホだとゲームカラーのデッドホワイト、そしてエルフィックフレッシュ。この辺りを水で溶いて薄く塗装箇所に塗るようにしています。下地塗装はその後の色分けがスムーズに進むための前準備、効率が良くなるので一手間ですが欠かせません。4つのスプーンの塗装箇所にベースが塗り終わったら完全乾燥、そして茶色を塗っていきます。まずはシタデルカラーのレイヤー、ベインブレイドブラウンです。今回の4色の中でも薄い方の茶色。上塗り、ハイライト的に使うカラーなので隠蔽力はそんなに強くありません。この色見本でも一度塗って薄く乾かして重ね塗りをして仕上げました。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料でミニチュアホビー用のカラー。ベース、レイヤー、コントラスト、シェード、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので、下地の色を気にせずに塗装ができます。2色目、同じくシタデルカラー。今度は下地に使う顔料が多く隠蔽力は強いカラー。ベース種のソンディアブラウンです。濃い茶色です。焦げ茶色というのでしょうか。茶色ということでいくと、この他にベースありきで陰影をつける時の液体塗料としてシタデルのコントラスト、スネークバイトレザー、スケルトンホードなんかを使ったりします。3色目は赤茶色、明るいカラー、シタデルのベース塗料、モーンファングブラウンです。この塗料が茶色では一番使っているカラーかもしれません。先のソンディアブラウンと同じく粘性も高く隠蔽力も強いカラーです。今回は筆は1色ずつ、色見本なので平筆を使いましたが、色分けが必要な時は極細筆、面相筆などを使ってペイントをしています。全体的に見て茶色は隠蔽力が強く、下地を何らか塗っておけば色のりはあまり心配しなくて良いイメージがあるので、ペイントに関してはさほど不安要素はなく向き合えています。最後の4色目はレザーブラウン。パレホのゲームカラーです。ブラウンの名がついているのでこの動画に入れましたが、実際には濃い黄土色という感じがします。塗装ではカーキのもう少し濃い色味が欲しいという時に使っています。パレホのゲームカラーはファンタジックな特別色が歌い文句。人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメインとされています。粘性は低く、隠蔽力、塗膜はやや強めという設定になっています。ただこのレザーブラウンはそれほど隠蔽力は強くない印象。広い面を塗るときには重ね塗りが望ましいです。ということで塗装完了。乾燥させた状態で4色見ていきます。シタデルのレインブレイドブラウン、重ね塗りで仕上げました。しっかり色が乗ると魅力的なカラーです。ライトな茶色が欲しい時には使っています。2色目のソンディアブラウン、こうして見るとかなり濃い茶色です。頭髪などでも使うことがありますし、武器のカラーとしても塗ることがあります。
3色目はモーンファングブラウン。今回の4色の中でも赤みを帯びた明るいカラーであることがわかります。使い勝手の良いカラー。今回のシタデルベースの茶色2色はどちらも粘性高くて一塗りでここまで塗り切れるカラーです。最後はファレホのレザーブラウンです。最初のベインブレイドブラウンの色味とも違う黄色に近づいていった茶色です。小さな面積スポットで入ると魅力的になったりもします。ということで水性アクリル塗料のカラーごとの色見本の記録、今回は茶色、シタデルカラーとファレホの4色をペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。